もちもちっていうしたその食感を目指して1分半多く茹でちゃいます。先ほど真っ赤っかだったソースが乳化してすごいオレンジ色になってきました。はい、日本橋にありますラボンタブルのシェフ中村和成です。今回はお家で簡単に作れます一味違ったナポリタンをご紹介します。はい、今回一番のポイントとなるのは麺の茹で方です。はい、結構スパゲティってアルデンテっていう、要するに分かりやすく言うと袋に書いてある分数が8分標準茹で時間って書いてあったら7分半で引き上げたりとか、そうやってちょっと中心に芯を残して、仕上げるっていうパスタがポピュラーですよね。ですけど今日はあえてナポリタンなんでちょっともちもちっていうしたその食感を目指して袋に書いてある分数より1分半多く茹でちゃいます。パスタの塩分濃度は、1%。結構1% 以上で、茹でた方が美味しいとも言いますが、今回10分半も茹でるので結構塩が浸透するので、1% で十分です。はい、ではパスタを入れている間に今から具材を、切っていきます。ナポリタンってそんなに豪華であればあるほど美味しいってわけじゃなくて、結構こういった、少ない、材料を本当に愛情を込めて適切に調理することですごい美味しさがガッと上がるものだと僕は思ってますので、はい、早速切っていきますね。はい、じゃあまずはウインナー。ウインナーはこれぐらいの大きさ。子供が一口でストレスでなく食べれる大きさ。やっぱウインナーっていうかナポリタンって子供大好きな味なんで、やっぱりここの大きさはちょっと僕は子供を尊重してあげたいなっていう。ピーマンも切っていきます。ピーマンは、どうしようかな、輪切りにしようかな。はい、ヘタをこうやって取っていただいてグイッと、はい、同時にちょっとこうやってトン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 ってやれば種取れるんで、ちょっとぐらい残ってても構いません。大きすぎない大きさにカットしていきます。こんな感じで輪切りがいいですね。はい、輪切りに切っていきます。こんな感じです。お尻の部分もこうやってね、普通にほぐしてあげれば可愛くなりますんで、はい、こんな感じで使っていきます。芯も味があるので芯も食べます。こんな感じでカットしてあげて、はい、そしたらちょっとスライスします。この繊維に逆らって、はい、切っていきます。玉ねぎもピーマンもウインナーもお好みの量なんですけど、だいたい同じぐらい入れるのが美味しいです。そしたらこれらの材料を一度軽く炒めます。はい、炒める油はオリーブオイル、これぐらいですね。あんまり入れすぎないようにしてください。そしたらウインナーから炒めていきます。ウインナーも炒めるとちょっとウインナーのエキスが油に出て美味しいんですよ。でウインナーって結構ね燻製が効いてたりするじゃないですか。あ、いい香りがしてきた、いい香りがしてきた。だからニンニクとか入れなくてもすごいこれだけでリッチな味が出ますし、ウインナーに入ってるこういった脂肪分とかもね、この油に溶けて
すごいいい出汁が出るんですよね、ウインナーの。ここで玉ねぎとピーマンを入れます。はい、ちょっとほぐしてあげて、はい、ここで、塩をしてピーマンと玉ねぎに塩をなじませます。はい、さっと強火で炒めます。はい、だんだん炒めていくと、ウインナーとピーマン、あと玉ねぎの香りがすごいブワーっと出てくるんですよね。この香りが混ざるとちょっとナポリタンの香りがしてくるんですよね。あ、もしかしたらナポリタン作ってんじゃないのっていう感じの香り、で僕その香りのことをナポリッシュって言ってるんですけど、ナポリッシュがしてきます。はい、そしてなんかピーマン美味しそうだな、ちょっとつまんで食べたいなって思うまで炒めたら、ちょっと火を弱火にしてもらいまして、これでケチャップを投入。そしたらなじませます。なじませて軽くケチャップも炒めてあげて、はい、これでベースのソースの完成です。はい、じゃあそろそろ茹で上がるので、ちょっとこの美味しいパスタの、美味しさがにじみ出た茹で汁をちょっとキープしておきます。はい、では茹で上がりました。お湯を切ってきます。はい、先ほどのソースにナポリタンを入れて、ここでバターをちょっと投入します。それでポイントなんですけど、ここで火をつけない。ここでもうこうやって優しく優しくゴムベラとかを使って混ぜてあげます。はい、ここで煮詰める必要はありません、全く。はい、そうするともう見るからに美味しい感じの艶やかなソースに、先ほど真っ赤っかだったソースが乳化してすごいオレンジ色になってきました。これちょっと必要あったら茹で汁を加えますけど、この場合まだちょっとちょうどよかったですね。はい、必要じゃなかったら入れる必要ないですね。はい、今一番いい状態です。じゃあ早速盛り付けします。ちょっと大盛りに作りました。この10分半茹でた9分のところを10分半茹でたこの麺がすごいもちもちとしてて、っていうぐらい美味しいナポリタンに生まれ変わってます。そしたら美味しいソースをゴムベラでかけてあげて、はい、これでナポリタンの、完成です。